まれていた。町の至る所で建物が崩れ、砲弾の音が止むことなく地面を揺らし続けていた。そしてその地下深く、コンクリートに閉ざされた暗い部屋の中で、世界を震え上がらせた独裁者は静かに消えた。しかし彼の死体はこの世界のどこにも完全な形では存在していない。焼かれた、砕かれた、そして隠された。なぜ彼はここまで徹底して消えようとしたのか。そしてソ連はなぜ何十年もの間真実を封印し続けたのか。今夜は歴史の教科書には載らないヒトラーの死体の階段に迫ります。1945年4月、ナチスドイツはすでに積んでいた。東からはソ連軍、西からは連合軍。ベルリンは完全に包囲され、街は日に日に瓦礫へと変わっていった。だがヒトラーは逃げなかった。彼がいたのはベルリン中心部の地下15メートルに掘られた相当地下壕、ピューラーバンカー。50以上の部屋を持つコンクリートの迷宮だ。外で何千人が死んでいようと、ヒトラーはそこにとどまり、まだ戦えると繰り返した。側近たちは密かにささやいていた。総統はもうおかしい。存在しない軍団に命令を下し、裏切り者を怒鳴り続け、夜中に独り言を言っていたという証言も残っている。現実から完全に切り離された地下壕の中で、ヒトラーの精神は少しずつ、しかし確実に崩れていた。これが消えた死体の物語の始まりだ。4月30日午後、ヒトラーは側近たちに最後の別れを告げた。握手をして回り、何も言わずに自室へと戻っていった。しばらくして一発の銃声が地下壕に響いた。扉を開けると、そこにはヒトラーとエヴァ・ブラウンの遺体があったという。ヒトラーは側頭部に銃創、エヴァは青酸カリによる中毒死とされた。第三帝国はその瞬間に終わった。しかしここから先が階段の始まりだ。死の直前、ヒトラーはある命令を残していた。自分の遺体を必ず焼却せよ。なぜか彼は知っていた。わずか2日前、イタリアの独裁者ムッソリーニが処刑され、その遺体がミラノの広場で逆さづりにされたこと。群衆が石を投げ罵声を浴びせ、カメラがそれを世界中にさらした。その屈辱的な光景、ヒトラーは自分が同じ目に遭うことを何よりも恐れていた。だから彼は言った。私の遺体を敵には渡すな。死んでもなお支配しようとした男の最後の命令だった。命令通り遺体は総統官邸の庭に運び出された。ガソリンが大量にかけられ、火がつけられた。しかしソ連軍の砲撃は激しさを増していた。炎が上がる庭に砲弾が降り注ぎ、側近たちは次々と地下壕へ逃げ込んだ。誰も遺体のそばに立ち続けることができなかった。焼却は不完全なまま終わった。後に発見された証言によると、それでも遺体はかなり焼け崩れており、顔の判別もつかない状態だったという。炎に焼かれ、砲弾にさらされ、無名の灰になろうとした男。しかし歴史は簡単には消させてくれなかった。ベルリン陥落から数日後、
廃墟と化した総統官邸の庭をソ連の秘密警察スメルシュの捜査官たちが調べていた。彼らは発見した遺体の残骸を。だがスターリンはその情報を即座に極秘に指定した。連合国には何も知らせなかった。なぜスターリンはヒトラーの死を隠したのか。理由は一つではない。西側諸国への牽制、戦後交渉での駆け引き、そしてヒトラーが生きているかもしれないという恐怖を世界に植え付けることで得られる政治的優位。スターリンはこの謎を武器として使った。発見された遺体の断片はモスクワへ密かに運ばれ、何十年もの間世界の誰も知らない場所に保管され続けた。ソ連が崩壊する1991年までその存在すら公式には認められなかった。ここで一人の女性の話をしなければならない。ケテ・ホイザーマン、ヒトラーの専属歯科医ブラシュケ博士の下で働く若い歯科助手だった。彼女は職業柄ヒトラーの口の中を何度も見ていた。特殊な歯の形状を、ブリッジの構造を、義歯の細部を誰よりも詳しく知っていた。戦争が終わった直後、ソ連軍の将校たちが彼女のもとへやってきた。見せたいものがある。彼女が通された部屋には焼け焦げた顎の骨の破片が置かれていた。将校は無言でそれを指さした。ケテは震える手でその骨を見つめた。そして記憶の中のあの診察室の光景がよみがえった。特殊な形状のブリッジ、左側の奥歯の金属管、ヒトラーにしかないあの歯の構造、完全に一致していた。彼女はその場で図形を描き、ソ連の担当者に手渡した。それがソ連のヒトラー死亡確認の唯一の根拠となった。だがここで恐ろしい疑問が浮かぶ。ケテはその後すぐには釈放されなかった。ソ連によって拘束され、10年以上にわたってシベリアで交流生活を送ることになる。なぜだ。彼女は何を知りすぎたのか。シベリアの収容所でケテは長い年月を過ごした。極寒の中、ろくな食事も与えられず、ただ時間だけが流れていく日々。同じ収容所にいた人々の証言によると、ケテはその間毎晩のように同じ夢を見ていたという。暗い部屋、テーブルの上に置かれた焦げた骨、そして骨の向こうから将校ではない見知らぬ男の顔がじっとこちらを見ている。彼女は毎朝その夢から目を覚ました。そして誰にもその男の顔が誰だったかを語らなかった。語らなかったのか、語れなかったのか。ケテ・ホイザーマンは1976年静かに息を引き取った。夢の中の男の正体を彼女だけが知っていた。物語はここで終わらない。1990年代、ソ連崩壊後、ロシアの公文書が少しずつ開示され始め、ある展示が世界に衝撃を与えた。ロシア当局が公開したのは、右側頭部に銃創。これこそヒトラーの自殺の証拠だと。しかし2009年、アメリカの研究チームがその DNA を鑑定した。結果、その骨は40歳以下の女性のものだった。ヒトラーとは何の関係もない人物の骨。では、ケテが確認した顎の骨は本物だったのか。この頭蓋骨は一体誰のものだったのか。ソ連はなぜ偽物を公開したのか。取り違えたのか。それとも意図的に差し替えたのか。
何もかもが霧の中へと消えていく。彼は今もどこかにいる。終わらない生存説。遺体が完全には確認されなかった。それだけで世界はもしかしたらという闇に引き込まれていく。U ボート脱出説。終戦直前、ドイツ潜水艦がアルゼンチンへ向けて出港したという記録がある。ヒトラーは地下壕を脱出し、潜水艦で太平洋を渡り、南米へ逃れたという説だ。実際、戦後のアルゼンチンにはナチス残党が多く流れ込んでいた。亡命を助けるラットラインと呼ばれる秘密ルートも実在した。アルゼンチン潜伏説。パタゴニアの奥地にヒトラーが身を隠していたという目撃証言が複数存在する。怪しげな写真。地元の老人があの男だと言い残したという話。その全てが真意不明のまま。歴史家の大半はこれらを否定している。証拠がない。記録が残っていない。物理的に不可能だ。と。しかし、遺体がないという事実もまた証拠がないのだ。だから怪談は、都市伝説は死なない。謎は消えない。ヒトラーはどこかで老いて死んだ。その物語を人は今も語り続ける。なぜこれほどまでに真実は霧の中へ消えたのか。壁その1、戦場の混乱。激しい砲弾の中で現場は完全に崩壊された。証拠は消え、目撃者は散り散りになった。壁その2、ヒトラー自身の意志。彼は自ら命じた。痕跡を残すなと。自分の死すら自分でコントロールしようとした男の執念が歴史に空白を刻んだ。壁その3、ソ連の情報統制。スターリンは謎を武器にした。ヒトラーの生死を曖昧にすることで戦争の政治的駆け引きに利用した。遺体の断片はモスクワへ運ばれ、冷戦が終わるまで封印された。この3つの壁が重なり合った時、真実は永遠に届かない場所へ消えた。1945年4月30日、ベルリン。一人の独裁者が死んだとされるその日から80年近くが過ぎた。確認された歯の記録、DNA 鑑定で否定された頭蓋骨、10年間シベリアで囚われた証人、都市伝説として語られる生存説、そして今も封印されたままの記録たち。歴史の怪談というものは幽霊が出るから怖いのではない。人間の闇がこんなに深く、こんなにも巧妙に真実を葬れるということが、そう、それが怖いのだ。ヒトラーの死体の謎は今もどこかで問いかけている。お前たちは本当に真実を知れると思っているのかと。あなたはどう思いますか。ヒトラーは生きていたのか、それとも。よろしければコメントを残してください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。